僕むです。今回も近況や買ったもの、ちょっぴりメイキング、ゆるゆる詰め合わせな Vlog をやっていきます。みんなも絵を描いたりご飯を食べながらゆっくり見てみてくださいそれではスタート。見て、ミジェロさんからなんかプレゼントキャンペーンで応募したら誰でももらえるやつがあって、それでね応募させてもらったんだけど、じゃーん、色見本。僕ねミジェロは2つだけ持ってるんだけど、この色めっちゃ好きで、オーロラピンクとブルーバイオレット、なんか結構濃いめというか、本当に発色が良くて、なんか濃く取れるし、でも暗くならなくて鮮やか。ほんとこういう色見本めっちゃ好きなんだよね。うわ、めっちゃ濃いフタロシアニンブルー。なんか濃いんだけどちゃんと透明感もある。発色が強いなって感じ。筆はねなかなか試したりする場所がないんだけど、絵の具はこうやってドットカードをね売ってくれたり配ってくれたりすると試しやすくていいなって思いました。なんてこのさ、リュックのこの下のとこを書き忘れてたんだけどびっくりだわ。やっぱ線画を結構前に描いたから普通に何も考えずに塗ってたわ。こうだわ。これ服が黒かったりしたら終わってたね。この6色だけでこんな感じで塗れました。絵の具がねこんなに増えてきたので、そろそろこのねハーフパンケースをね綺麗にしていこうかなと思います。やっぱり黄色は黄色でっていう感じで色ごとに分ける方が使いやすいんじゃないかなって思ってるので、ちょっと色ごとに分けてみようかな。なんか今はハルモニアシリーズはハルモニアシリーズでとか、ブランドごとにそれはそれで使いやすかったんだけど、なんか青を使おうって思った時にいつもの青のところから取っちゃうと、その近くにさ新しい青がないと、すっかり忘れてたわってなるんだよね青緑がこの辺、そう、マリンブルーとねラグーンブルーとかかなり色が似てるからね、近くに置いときたかったんだよね。フルシャンブルーの存在忘れてたな最近初期は結構気に入ってよく使ってたんだけど、こう紫かな。まあ紫の方入れちゃうか。赤と紫。キナクリドンバイオレット。マースバイオレットはもう茶色なのよな。とりあえず切ってバラバラにした完成。赤と青とそれ以外で分けました。赤はこれぐらい持ってたみたい。やっぱり青と比べたら少なめだね。青系はめっちゃ持ってる。やっぱ青がね一番なんか色の違いが分かりやすいなと。なんか黄色が特にあんまり色の違いが難しくて、そういうもんなのかねなんか青と比べるとそんなに差を感じないなって感じ。あと緑はね本当に絵にあんまり使ってないから、植物もイラストに添えたいなとは思います。今回 iPad でトレースするんじゃなくて、こういう感じでトレーシングペーパーの裏に鉛筆を塗りたくって転写っていうものをしてみました。まあでもどっちも結構大変だなって感じで、やっぱり印刷が簡単だなって思いました。やっぱ印刷でいこうかな今後。やっぱりなぞったりしてる時間がね僕的にはねまだ楽しめないな。でも今後色紙とかにも書いてみたいから、色紙にはやっぱ印刷できないしね。見てください、ちっちゃいパレットを買いました。
なんかね、いつも入れてるこのハーフパンケースが3つ以上になってきて、この辺にもう置いとけなくなっちゃったんだよね。色ごとに分けてすごく見やすくはなったんだけど、まあ2個が限界かなって感じだったし、まあ1つの絵でこんなに使うことないから、よく使う色をこっちに入れといて、で追加でこのイラストには使うかなっていう色をこの上の段に置いていくことにしました。本来こっちもね混色するところなんだけど、僕は、ハーフパン入れにしちゃってます。梅皿の方で混ぜるからね。前回の Vlog の時に紹介したこのジグマスキングライター、すごく使いやすかったので、今回もね文字とかのね白抜きに使いました。やっぱり使いやすいです。これも前回の Vlog で紹介したラファエルのストラディバリウスっていう筆、すごくね柔らかめで使いやすかったですね。すごく取り回しが良くて使いやすい筆でした。ストラディバリウスの筆気に入ったので、他の号数も揃えてみました。かなり取り回しが効きやすくて、1本でどんな塗りでも対応できるみたいな。で僕はその1本でね塗り切るみたいな意味だと、よくこのノルムを使っています。名村さんのノルムはストラディバリウスと比べるとノルムはちょっと硬めの筆な気がします。なんかねラファエルさんの筆って毛量がすごい多くて、僕は1号下をよく買ってます。いつもこの4号2号0号でね揃えるのが好きなんですけど、ラファエルさんの筆は全部1号ずつ下の分を買うようにしてるから、3号1号この2すら0号みたいなやつをね買いました。本当にね同じぐらいなんですよ、他のメーカーの4号とラファエルさんの3号が。ストラディバリウスさん3号、ノルム4号、ノルムもかなり水含みがいいんだけど、ストラディバリウスさんはねかなりやっぱ水が含むなという感じがします。でね、ノルムのいいところはね、これめっちゃ書きやすい。本当に文字がすごい書きやすいから、ちょっと字が下手なのはあれなんだけど、細い号数すごいおすすめですね、ノルムさんの。ストラディバリウスさんはやっぱり柔らかいから、やっぱ筆が持ってかれちゃうんだよね、柔らかいと。だからそういう細かいところの描写よりはこうなんか広い面を塗る、これがねいいですね、やっぱりストラディバリウスさんは。別にね塗ってる時はこっちの方が水含みいいなとかそんなに違いはないかな。ある程度水含みがいい筆を僕は使いたいんだけど、このノルムとストラディバリウスはもうそういうことが一切気にならないぐらいの水含みだと思います。ちょっと聞いてほしいんだけど、このさ0号がさ軸がさちょっと細いじゃん、他のと比べて。同時にこう持ち歩いてたらさ落ちていってさ、この筆先からドゥンって床に落ちてバサってなっちゃったんだよね。これショックなんだけど、毛先で線を引きたいのにこのバサが出てきちゃうんでだから0号もう1本買おうかなって思います。でそれを考えてた矢先にストラディバリウスさんのこっちじゃないな、ストラディバリウスさんのこの一番細い筆の方もね、落下していってこの筆先からバサってなって、同じ状態になってしまいました。ちょっとね細い筆はね落ちがち、しかも毛先から床に直撃していくんで皆さん気をつけてください。ちょっとボサボサになっちゃって悲しいんだけど、このノルム0号の線描を見てくれ。本当にめっちゃ細かい。目のまつげとかも多分描けると思う。まつげとかをね描けるレベルに
細いですね。そんなに何も考えなくても描きやすい。やっぱちょっと硬いと若干ペンに取り回しが近くなるので、そこが硬めの筆の良さだなって思います。ストラディバリウスもね、毛先がすごい細くて、ちょっとやっぱ柔らかいと僕はコントロールが難しいんだけど、やっぱ熟練の人だったら細い部分だけをなんか引くみたいなことができるんじゃないかな。僕はなんかやっぱ筆圧がもともと強いのもあって、グッて押しちゃうんだよね、やっぱ細い線描こうと思う時に。ちょっとの差なんだけど、それが硬いとあんま太くならないんで、そこがねノルムさんのいいとこかな。でやっぱストラディバリウスさんは、このちっちゃい面を塗るとかってなると、柔らかい方がやっぱね面は塗り心地もいいし塗りやすいんですよ。塗り広げやすいから、紙も削れないし、なんかやっぱ塗りかな。人によってねやっぱ違うんだけど、僕は細かい塗り面はストラディバリウスで、細かい線描だったり、まつげとか髪の毛とかはノルメで描きたいなって、そういう感じです。どっちでもね、どっちもやろうと思えばどっちもできるっていうね、素晴らしい筆なんだけどね、両方とも。いやどっちも好きだな。みんなも参考にしてみてください。塗りかけのイラストです。色で最近気をつけてることとして、コントラストが全体的にいい感じになるようにしたいなと思ってて、デジタルで先に白黒でだいたいここが濃い色でみたいな色のコントラストの設計を先にして色塗りをするようにしています。どうやって一緒に揃えるかっていうと、描いた絵を写真で撮って、この iPhone のこのフィルターでモノにすると、この濃度がね、コントラストが見えるので、このコントラストの濃度が設計通りになるようにこれから塗り込んでいきます。完成。線画ね、今回このサラサクリップの青系とかを使いました。いつものコピックマルチライナーと、併用して使ってみたっていう感じです。今回の感じだと色鉛筆線画だとちょっと薄いかなって思ったので、ペンをメインにした線画にしてみました。全然水で溶け出さなかったし、安くて色も豊富で、一番細いのが 0.3 だから、コピックマルチライナーに比べたら線は太めだけど、インパクトをつけたいところとか、この手のところとかはピンクのサラサクリップを使ってみたりしてます。というわけで完成。サラサの色めっちゃ買っちゃった。なんか1本ね70円ぐらい、70円とか80円ぐらいでめっちゃ安いから、まだ全色はないんだけど、全色買ってもいいかなみたいな安いから持っててもいいなっていうね感じがしてます。買っちゃおうかな。完成写真を撮影中です。最近は白い画用紙の上に作品を置いてパシャリするのが、トレンドなんか描きましたって感じ出るし、なんかいろいろ飾ったりするのも好きなんだけど、画材ぐらいにしておく方がシンプルで絵の方に目がいくかなと思って、最近はこんな感じで撮ってます。あとは部屋の電気消してカーテンを全開にしてるので影ができづらいです。午前中じゃないと綺麗に撮れないなって思います。午前中にカーテンを全開けして撮りましょう。あと今このカメラ、この Vlog もフーディーっていうアプリで撮ってるんだけど、なんか影が入りづらくて画質はちょっと落ちちゃうかもしれないけど、加工が必要なくってお気に入りです。フーディーのメロウとか
無料のフィルターで撮ってます。結構綺麗に撮れてるくない？ SNS に投稿するぐらいだったらこれでも十分かと思いました。朝ねスキャンに行ってきました。なんかこうやってみるといっぱい書いた気がしてくる。前回結構ファンボックスプリントが思ったよりも印刷してもらえたので、今月も書いたうちのねいくつか2つぐらいかな登録しようかなって思ってます。ちょっとどの絵柄になってるかわかんないんだけど、ここに画像が表示されると思います。この2枚を登録してみました。4月の12日までやってます。印刷してみてね。じゃーん、色辞典っていう色鉛筆を買っちゃいました。見て、これ辞典みたいになってるんでめっちゃ可愛い。色鉛筆の線画もやりたいなと思って、まあよく線画で使ってる人もいるし、色の空張りが多いみたいなので買ってみたんだけど、めっちゃ可愛くない？僕が買ったのは第1週のボリューム123が入ってるものです。ここに書いてるペールトーン、ビビッドトーン、ディープトーンっていうのがこの3つかな、それぞれに入ってるみたいです。ちょっと出してみよう。すごっ辞典なんだけど、うわーめっちゃかわいい。ここに色見本みたいなのもあるのかな。こんなにある。裏もあるかな。第3週まであって、この辞典みたいなやつがもう2つ売ってました。第2週第3週は、蛍光だったりとかちょっと派生の色が多そうだなって思ったので、僕は第1週にしてみました。線画目的だからね。色塗り目的だったらこの辺のね色も全部使いたいんだろうなって思います。ちょっとね色鉛筆まで集め出すと本当にやばいことになるから自重してね、第1週だけにしましたよと。開けてみる？どーん。中もかわいい。めっちゃ良いね。わー、おしゃれすぎん？すごい色鉛筆で色塗りたくなっちゃうわ。今回はね線画目的なんで。可愛すぎるんだけど、多分これで使わないと思う。僕はこれに入れるこのマグカップに多分刺して使います。簡単だから取るのが。よし、じゃあ色見本を作っていこうかな。ボリューム1から。一応ねこっちにはあるんだけど、自分で塗り心地をね試してみたいなっていうのもあるので、別で色見本を作りたいと思います。多分色見本そんな見なくても、色鉛筆は多分ここの芯の色がねほとんどそのままの色だと思うから、ある程度の色見本で作っちゃいます。試し塗りだね、色見本というよりかは。これいいね。噂通りやっぱりちょっと固め。いや実は色鉛筆結構線画したくて調べてたんだけど、調べて一回ホルベインのやつ買ったんだよね。このホルベインのアーティストカラーペンシル。これねめっちゃ柔らかくてめっちゃ塗りやすかったんだよねただ僕線画が描きたいから、あんまり柔らかいと線がどんどん太く なりやすくて、しかも僕筆圧強いからね線めっちゃ太くて濃いのが描けましたでも細かいところもねやっぱ描きたいからさ、動画途中で切れてたけど色塗りが終わりました。めっちゃ描きやすかったですね。線がやっぱり引きやすそうな程よい硬さで、その尖った感じに削っても折れないし、いい感じでした。こんな感じで尖らせて使うこともできそうでした。
ラスとさ線画を色鉛筆でやってみたんだけど、結構なんか全体に鮮やかさが増せてよかったなって思いました。やっぱね色辞典使いやすかった。やっぱ硬いから硬めだから多分ね色塗りにはちょっと大変なのかなとも感じるんだけど、先をすごい尖らせることができて細い線も引けるからすごく良かったです。あとコピックのイラストだから紙がねツルツルのやつを使ってるので色鉛筆の線が引きやすかったっていうのもあります。だからこのホルベインのこの柔らかい方の色鉛筆で線引いてもまあそんなにめちゃくちゃ太くなりすぎたりとかはしなかったかなと思います。水彩紙に描くってなるとやっぱり色辞典の方が描きやすくはあるかな。また水彩紙で色鉛筆使ってみたら動画などで共有しようと思います。めちゃくちゃ久しぶりにコピックを使いました。コピックはやっぱり鮮やかに塗れるしすごい綺麗だよねあとやっぱ簡単だったよ塗るのが。いや違う、簡単ではないんだよ。なんだろう、出すのがすごいやっぱ簡単で片付けとかも簡単だった。ただ塗るのは別に簡単ではなかった。なんならねやっぱね色がね今多分40本かな、40本あるんだけどね、なんかすごい思った色がね足りてないんだよね。かっけえなくはなかった。でもやっぱグラデーションとかも難しかったし、できないこともあった出すのは簡単なんだけど集めるのが難しいですね、コピックは。まあ地道に集めていこうかなと思います。コピックさ久々にさ出したからさびっくりしたんだけど、これすっごいなんか軽いなと思ったんだよね、持った時に。そんなに大してコピックでまだ絵描いてないのに。そしたらなんか多分ちょっと蓋開いてたみたいで全てがねなくなってた、中身が本当に一滴も出ない。悲しかった。蓋カチッっていうまでねちゃんと閉めましょう。パッサパサだったよ本当に。ほらもうなんかちょっと白っぽくなってて、コピックってあれだよね、インクを交換できるっていうか新しく入れることができるみたいなので、ちょっと余裕があればそのインクを買ってこれに入れたいですね。ということで今回も僕ムーの Vlog を見てくれてありがとうございました。これからも Vlog や他のお絵描きの動画なども投稿していくのでチャンネル登録して応援してくれると嬉しいです。他の動画でまた会いましょう。一緒にお絵描き楽しみましょう。それでは僕ムーでした。